2017年。私はミャンマーのヤンゴンにいた。今回ミャンマーに来た目的は、和州のアヘン畑を見に行くためだ。和州とは、中国とミャンマーの国境付近にある。和族という小さな民族が暮らす地域だ。国際的には、ミャンマーの中のシャン州という州の中の一つの町なのだ。和族の人は、我々は独立国家だ。ミャンマーではない、と宣言して、アヘンの製造を主な産業とし、世界中に密輸出を行い、莫大な資金を作り、その資金で、勝手に軍隊を作り世界中からの取り締まりを軍事力で守ろうとしている地域だ。わかりやすく言えば、日本の中の一つの県が、勝手に、我々は独立国家だ。日本ではない、と宣言して、アヘンの製造を行い、世界中に密輸出を行って、莫大な資金を作り、その資金で、勝手に軍隊を作り、世界中からの取り締まりを軍事力で守ろうとしているというようなものだ。和州が、我々は独立国家だ、となった歴史的背景には、民族的や政治的な様々な理由があるのだが、長くなるので、ここでは割愛する。アヘンとはケシの実から取れる分泌物から作られるヘロインや、モルヒネなどの麻薬の原料で、一時期は、世界の7割のアヘンは、和州で作られている。とも言われたくらい、和州には膨大なケシ畑があると言われていた。しかし近年は国際的な取り締まりにより、ケシ畑は、どんどん減っていると聞いている。私は2009年頃からミャンマーに、しばらく住んでいた。行ったり来たりしながら、合計、1年半ほどミャンマーで暮らしていた。再び、ミャンマーに来るのは久しぶりである。久しぶりに来たミャンマーの発展ぶりには驚いた。アスファルトの道路が増えて、道路がきれいになり、新しいビルが立ち並び、民族衣装の人が減り、ジーンズを履く若者も増えている。2009年頃は、自動車も、ほとんど走っていなくて、トラクターのようなエンジンむき出しのものが多かったが、今回、ミャンマーに来たら、日本の中古車がたくさん走っているのには驚いた。今回は、2017年現在でも、和州では、アヘンの製造が行われているのか、この目で確かめに行きたくてミャンマーにやってきた。しかし、問題がある。現在も、ミャンマー軍と和軍は戦争中である。当然、和州は外国人は入れない。入域禁止だ。ミャンマー人でさえ、和州に行くには正当な理由とたくさんの大変な申請をして許可を取らなければ入れないし、危険地域だから行きたがらない。日本人の私が和州に行くには、コネを使って入るか、隠れて入るか、どちらかの方法で入るしかない。と、私は考えた。ミャンマーで暮らしていた私には、ミャンマー人の知り合いはたくさんいる。軍の関係者や政府の関係者にも知り合いはいるので、和州に行く方法を数日間にわたって聞いてみたが、誰もが無理だと答えた。ミャンマーに来れば知り合いもいるので、なんとかなる。と考えていたが、そうは甘くなかった。しょうがないので、隠れて入る方法しかないと考えて、ミャンマー人の友人に自動車とドライバーを用意してもらった。普通のドライバーではダメである。政府や軍に強いコネクションがあり、何があっても対応できるドライバーでなくてはいけない。幸い、そんな対応力のあるミャンマー人にあらかじめ話をつけていたので、費用は高いが、快く引き受けてくれた。ヤンゴンから和州までは約 1700km。道路状況が悪いので1週間かかる見込みだ。ヤンゴンからマンダレーまで 580km は高速道路があるので楽だ。約10時間で行ける。ミャンマーの高速道路は牛がいたり、人が歩いていたり、日本とは違う。アスファルトの部分も少なく、地面はセメントが多い。ガードレールもないところがあるので、ここは本当に高速道路なのか、と思うところもある。マンダレーで一泊して、ここから先が大変である。マンダレーから先は、ほとんど日本人は行かない。未開の地だ。町と町の間は民家も少なく、山道が続く。
この辺まで来れば、軍の検問や警察の検問が多くなってきた。マンダレーからついにシャン州に入った。面白いのはシャンダンスといって、シャン族の人が道端で踊ってドネーションを集めている姿だ。これはこの道で何十箇所も見られる光景だ。この辺まで来れば自動車の乗り方も自由だ。チャウメという小さな村まで到達した。ここまで山道が多かったが、民家が少し並んでいる。途中で立ち寄った市場で、この辺の名物料理だ、と言われて食べたが、何という料理か、名前は忘れた。一番驚いたのが、猿の脳みそで作ったワインだ。この辺の人は猿を日常的に食べるとも現地の人が言っていた。途中で立ち寄ったトイレです。
ラシオに到着しました。
ラシオを出発して何個目の検問だったろう。ついに見つかってしまった。どうしても通らせてもらえない。ドライバーが何か説明しているが無理だし、30分ほど話し合ったが、無理なものは無理で諦めるしかなかった。